ご無沙汰します。哲司です。洗濯機をそろそろ買い替えるドラム式洗濯機を購入しようかなと考えるともやもやしてくるのはこんな4項目ではないでしょうか。そもそもドラム式で本当に良いのかどうか、乾燥専用機と縦型の組み合わせもありか、ドラムを買うときにメーカーをどのように選び分けたらいいのか、そもそも最新の機能は何で、それぞれ型落ちでは機能差はどうなっているのか、主要メーカーの各型番の型落ち品の価格差はどうなっているのか、このあたりが分かってないと気軽に量販店に行くのはいいが、そこでいろいろな素敵な優しいアドバイスを受けて、ついそのまま10万円近く割高な24年モデルあっさり購入してしまう。この動画さえ見れば買うべきモデルをお得な価格で型番ベースで選別できるので安心して。こんな感じやね。差はどうでしょうか。このように日常のこれ落ちの差っていうのはほとんどないということで、どうなるかというと、こんな形でロイン、アクアの一方お得にする全く別の手立ては、まだドラム式洗濯乾燥機購入後5、6年乾燥時間がやけに長くなったカビみたいなものがついているということがきっかけであれば、分解掃除をすることで寿命はまだまだ伸びるという吉報をお届けします。詳細はこちらの動画をご覧ください。分解掃除良さそうな業者さんのリンクも概要欄に貼っておきます。3万円から5万円でもう4、5年は使えるでしょう。あと乾燥機能が必要ならばヒートポンプ式のドラム式洗濯機を買うべきということが結論やねんけど、俺が7モデル実際に自宅で使い比べた実演動画から結論を出しているので、詳細はこちらの動画を見てもらえたらと思います。ということで、型落ち含めた引き算の家電選び、2024年、25年買うべきドラム式洗濯機ということで解説をしていきたいと思います。ということで、ドラム式洗濯機選びの結論やねんけど、誰も言わないことをはっきり言ってしまうと、洗浄力はもはや洗濯洗剤次第ということになります。基本性能がしっかりしてて、購入後の故障などのない、保守対応が盤石なメーカーと型番を型落ち含めて選べということになります。それがどういうことなのかということも含めて解説をしていきたいと思います。ということで、まず型落ちとはということやねんけど、1、2年前の発売モデルと今年のモデルの機能差は実感できないレベル、その差は極小ということになります。実際に2024年と23年モデル、機能差は何かっていうのを代表するメーカーで見ていきたいと思うねんけど、まず東芝で言うと、湿度センサー、潤いと質仕上げ、シワケアケース、このあたりが搭載されているかないかということやね。このあたりは結局チューニング作業ということで、これがついたからどれぐらい洗浄力に差が出るのかという問題やねんけど、これは結論、ほとんど差がわからないということになります。ただし、ついているに越したことはないけれども、この10万円レベルの価格差もありながら、それをつけてほしいかどうかということを判断いただけたらと思います。それからそれ以外で言うと、総洗浄のお知らせサイン。これはなくてもいいかもね。あと消費電力量。10W の差やねんけど、1年で55円やからね。この55円が大事な方は、2024年モデル35万7000円のお支払いをお願いいたします。次にパナソニックやね。パナソニックの方も汚れ剥がしコースであったり、汚れ剥がし剤の自動投入であったり、総洗浄のお知らせサインであったりとか、あるに越したことはないけれども、絶対ついていないといけない機能はないのと、実際これがついている機能買ったから、この機能ついててめっちゃ助かったって、なかなかなりづらいと思います。あともう一つポイントはこれやね。バスポンプがなんと新製品についていない。23年モデルはついているということやね。ついにドラム式洗濯機、水をあまり使わないということから、日立から始まったこのバスポンプを搭載しないという悩みが、ついにパナソニックも全モデルで実行されてしまいました。ということで、型落ちとの価格差はということやねんけど、24年モデルが37万で、23年と比べて4万円レベルということになります。日立の方は、これはちょっとお騒がせ機能楽メンテやね。簡単に言うと、ドラム式洗濯機の最上部にあるホコリのフィルターの部分がもうなくなりましたよ。自動でそこの綿ぼこりは流してしまうんですという機能やねんけど、これをつけることによって、フィルターの目詰まりがやや起きて、乾燥時間が結構長くなったとか、そういうことがやや起きているという部分があります。これはいずれにしても便利機能として考えた場合、楽メンテは23年も続いているが、楽メンテ洗浄という少し洗う機能がプラスされたということやね。あとはイトックスフィルターが新形状になったとか、あとさっきのチューニング系の機能ついたよね。それから消費電力が少しだけ少なくなりましたということやね。ということで、ここに出てるのが結局は、主要3メーカーの2024年に新たについた機能ということで、ほとんどチューニング機能ということが言えるね。
ということで、型落ちとの差は極小ということになります。それから引き算とはということやねんけど、お店に行って想像してくれたらわかるよね。それは店員さんが必ず言ってるわけではないけど、自分の心の中で言ってる言葉かもしれない。省エネ性能ついてなくて大丈夫。最新モデルでなくて本当にいいの？最上位モデルでなくて後悔しない？こういう声がひそひそと聞こえるんよね。それぞれが実際どんな機能かをちゃんと理解をして、必要性が高くない機能については引き算しましょうということやね。余計なお金は払いたくないからね。ということで、型落ち含めた引き算の家電選びとはということやねんけど、その機能差が分かりづらそうなものは削除する。それからしっかり調べて必要な要素を明確にした上で、それが搭載されているモデルを型落ち含めて安く買うということになります。ではまずドラム式洗濯機でその差が分かりづらいものって何かってことやねんけど、洗浄強化機能、乾燥強化機能、香り強化機能、除菌機能とかこの手のやつやね。これは各社最高のネーミングで毎年いろいろ追加してくるんよね。でもなぜ機能差が分かりづらいと言い切ってるかというと、実際に自宅で3メーカーを使い比べた時の洗浄力を見てもらいたいんやけど、差はどうでしょうか？このように日常の洗濯物の中に汚れがついた衣類を混ぜて、実際に洗濯して乾かした時どれぐらい差があるか、各メーカーにはどれぐらい差があるかっていうのを確かめていったんやね。結局もうこれぐらいになってくるとメーカーによる汚れ落ちの差っていうのはほとんどないということだよね。で、しかも6年前の洗濯機でさえこれやから。差がわからないということだよね。洗濯機のメーカーや型番による汚れ落ちの差っていうのはほとんどないよね。要は水と洗濯機、もう一つやね。そう。洗濯洗剤がパワフルということになります。ということで洗浄力を上げるためには洗濯機もやねんけれども、やっぱり洗濯洗剤が非常に有効ということやね。もう一つ、衣類量をちょっと増やしてみた時の動画がこっちやねんけど、これは縦型洗濯機やねんけど、やっぱり衣類量が多いと、水とこの衣類のかき混ぜ方みたいなものが変わって、汚れ落ちはやや弱くなるということがあります。小さめの洗濯機で衣類いっぱいいっぱいで洗う方がよっぽど汚れが落ちないということやね。なので、各メーカーでもこれぐらい差が分かりづらいのに、毎年毎年こういう風なチューニング系が来たところで、もはや差はかなりの微差であるということが言えます。それから除菌機能もついてるに越したことないんやけど、ついてるついてないがもう分からない状態になるってことやね。次にしっかり調べて必要な要素を明確にした上でということやねんけど、何がドラム式洗濯機で重要かというと、乾燥方法がヒートポンプ式であるということ。それから購入後の評価やね。大きな問題、基本機能の不具合などがないか、これはちゃんと見ておく必要があります。ということで、こちらのヒートポンプとはっていうことを説明するんやけど、この購入後の評価っていうのはまた後で解説をしていきたいと思います。ということで、ヒーター乾燥とヒートポンプ乾燥の差やねんけど、15秒でまとめると、まずヒーター式はドライヤーである。ヒートポンプ式はエアコンタイプであるということだよね。熱交換器で温度調整及び湿度を下げることによって乾燥させるということで、生乾きの率が低い、つまりしっかり乾くのに電気代も安いということになります。あとは中心機能やね。このあたりは搭載されてるされてないがはっきり差が出てくるので、どの機能は自分がいる、どの機能はいらないかを自分で選択するということになります。まず一つ目、カラータッチパネルっていうのはご存知の通り、操作画面がタッチパネルになってて、スマートに動かせるってことやね。やっぱり毎日のことだから気持ちいい方がいいからタッチパネルがいいなという方は搭載しているモデルをお選びください。次に自動投入やね。パナソニックだけはトリプルということで洗濯洗剤と柔軟剤、それからもう一つ入れることができます。例えばおしゃれ着用の柔軟剤とかやね。それ以外のメーカーは大体2つになるんやけど、別にその3つ目は自分でその時だけ手で入れても問題ないんで、このあたりは好みとなります。それからスマホ連携やね。スマホ連携はこんな感じなんだけど、何ができるかっていうと、簡単に言うと、外から運転予約ができるとか、あと洗濯終了時にお知らせが届くとか、より正確な終了時間がお知らせされるとか、洗剤など銘柄設定が簡単にできるとかやねんけど、そういったことをしたい方はスマホ搭載モデルをお選びください。次に温水洗浄やね。温水洗浄は洗濯する時の水を温めてそれから洗濯するということで、やっぱり温水の方が汚れ落ち、洗浄力が上がるので、しつこい汚れを洗う時にたまに温水洗浄を使う必要がある方もいるんよね。
なんで、お子さんとかいる、あるいは仕事着がすごく汚れる、なんていう方は温水洗浄搭載機能を選ばれるのがいいかと思います。それから風呂水ポンプやね、お風呂の水を再利用するわけやねんけど、ドラム式はそもそも節水だからという理由から、風呂水ポンプの機能が非搭載になりつつあるという悲しいお知らせやね。まあでもメーカーがそういう風にするということはなくてもまあ問題ないんでしょう。ということで、このあたりの機能については、どのメーカーもついてるついてない予告して見ていくことができるので、そこも判断材料にしていただけたらと思います。それから必要な要素が搭載されているモデルを型落ち含めて安く買うということやね。雨降ったら結局おかん。今回は主要メーカーということで20年近く製造販売している人気メーカーということでパナソニック、東芝、日立を選んでいます。で、今回はですね、新たにシャープ、アクア、つまり IR やね。この5メーカーで見ていきたいと思います。5メーカーの最新モデルと型落ちモデル、各グレードごとの搭載機能と価格差から鉄板を絞り込んでいきたいと思います。ということで、まずパナソニックからいきます。パナソニック、そうやね、最上位モデルでは、カラータッチパネル、それから自動投入トリプルスマホ連携、温水洗浄がついているが、先ほども言ったように風呂水ポンプはもうついていないよということで、この状態で金額が37万2000円ということで、40万円近い非常な高級品となっております。ということで、最上位モデルが37万2000円で、リーズナブルモデル、つまりカラータッチパネルとかスマホ連携がついてないモデルね、これなくてもいいかもやけど、にしても30万円もしますっていうのがこの24年発売モデルやね。これが実際型落ちだったらどうなるかというと、こんな形で32万1000円やね。最上位モデルでいうと。価格差見てみると、最上位モデルで5万円、それからセカンドモデルで5万円、それからリーズナブルモデルで7万円差ということになります。俺が鉄板選ぶ際の判断材料として価格は30万を超えたらあかんということで、鉄板候補はセカンドとリーズナブルということとします。次に東芝やね。東芝の方は、現行モデルはこのような形になってて、型落ちの方を見てみると、こんな感じやね。まあ何より、Amazon の評価も高いよね。4.4 でレビュー数が47あって、最上位モデルとも全部入りやからね。しかもちゃんと風呂水ポンプもついてる。この価格差を見てみると、なんと最上位モデルで言うと9万円、それからミドルで言うと7万円、それからリーズナブルモデルで言うと7万円ということで、23年モデルを選ぶとかなりお得になるね。次に日立。型落ちがこうなってて、価格差がこうやね。まあ、日立も24年モデルはもうほんとに40万近い形やね。ということで、最上位モデルでやや楽メンテの不評もある中で考えていくと、このリーズナブルモデル20万円ちょっとのところが一応鉄板候補かな。次にシャープやね。シャープはこのような形になって、一つここまでのメーカーと違ってるのは、23年モデルは容量が11キロなんよね。普通12キロもしくは13キロになってるの、シャープは容量がちょっと少ないということで、ここもちょっと難点なんよね。ただし、2人暮らしとかであんまり洗濯量がないという方は、シャープでもいいかと思います。その方はシャープをご覧いただけたらと思います。ということで、シャープの方から今回鉄板後半なしということになります。次にアクアやね。アクアはどうなってるかというと、このような形で、型落ちとの価格差はこんな感じやね。これで見ると、最上位モデルが20万6000ということで、まあ最安値やね。じゃあ最上位モデルはどうなってるかというと、カラータッチパネルではありません。ただし自動投入でスマホ連携もあって、温水洗浄もあって、当然ヒートポンプ式ですということやね。ということで、23年の最上位モデルについては鉄板候補となります。ということで、候補が出揃ってはいるんやけども、最後にチェックしていくことがあるよね。この購入後の評価はどうなっているか。それから、それぞれのサイズ差がどうなっているか。あと、構造の差知っておくべきことがあるかどうか。この3点だけピンポイントで確認をしていきたいと思います。まず、購入後の評価やねんけど、パナソニックこの NALX127CL というところの口コミ見てみたんやけど、やっぱりパナソニックは全然ネガがないという状態でした。それから日立については先ほどの楽メンテやね、これについては、このような形で日立の方からもお知らせがあって、ご使用環境によっては乾燥時間が極端に長くなる、乾きが悪くなることが出ているという、そういうふうなお知らせがあったということだよね。で、これについてはちゃんと無償で点検もするし、修理もするし、部品交換もするよっていうことを、もう半年以上前の段階からちゃんと告知しているので、多分今のモデルは問題ないんやと思うよね。そしてこういうことをきちんと誠実にやってるっていうのは信用できるよね。ということがあるが、一応それを頭の中に入れておきましょうということだよね。それから東芝については口コミで言うと、乾燥に3時間ぐらいかかってしまうみたいなのがあったんやけど、この下でアクアの方を見てみると、洗濯乾燥で5時間かかっちゃったとか、
いうことがあって、ちょっと洗濯後の乾燥時間にやや時間かかるかもしれないっていうことやね。それからサイズやねんけど、ここは端的に言うとアクアだけが小さいですよってことやね。高さで言うと10センチ小さくて、それから幅では4センチ、それから奥行きでも4センチ弱ぐらい小さいということで、洗濯置き場が小さいご家庭にはアクアがいいということになります。あとは構造の差やね。先ほども言ったヒートポンプ乾燥の場合、この熱交換器っていうエアコンみたいなパーツが搭載されてるんやけど、この位置がポイントで、パナソニックだけこの上部についてるんよね。なので、分解掃除するとき、もしくは、ここが目詰まりすることで乾燥時間が長くなったり、乾燥性能が落ちたりするんやけど、エアコンのクリーニングと同じ、ここを掃除すると、乾燥性能は戻りやすいっていうことがあるんよね。なんで、パナソニックだけは上についてるんで、こんな風に熱交換器の掃除がしやすいので、分解掃除をお願いした時でもやりやすいのよね。でもそれ以外のメーカーってこの後ろの下の方についてるから、結構洗濯機を洗濯パンから前に出して、後ろ側からそこだけ掃除しないといけない。結構手間がかかる。さらにアクアにおいては、東芝と日立とパナソニックとまた構造が違うって、全部分解するのもなかなか難しいっていうような情報もありました。っていうような観点からも、パナソニックはそういうメンテナンスとかもしやすいっていうところが一つ加点ポイントかなと思います。ただし、東芝も日立も分解掃除をしてくれる業者さんはあるので、そこは安心してもらえたらと思います。だいたい5万円ぐらいの価格になるようです。このあたりの詳細も概要欄につけておきます。ということで先ほどの鉄板候補を並べるとこんな感じになるんやけど、この中でポイントになる機種をさっとピックアップしていきたいと思います。まずこれパナソニックなの23万円台。手堅いけど23万円台はありよね。それから国産で最上位モデルなのに最安値の東芝。それからリーズナブルモデルにおいては20万円切ってるってことやね。やっぱり鉄板候補が全部23年モデルということで、かなりお得になってるよね。それから最上位モデルなのに最安ということで20万円ちょっとで買えるアクアというのがあります。ということで鉄板ドラム式洗濯機トップ4ということで解説をしていきたいと思います。4位、アクアの AQW-DX12P やね。これは先ほども言った通りアクアの最上位モデルやねんけど、価格はなんと20万6800円。おそらくドラム式洗濯機買おうかなと思われてる方は25、6万円は出さないといけないかなと思っていたとしたら、さらに洗濯機置き場がまあまあ小さくて入るかなと思われた方は、ぜひこのアクアの最上位モデル23年モデルを確認いただけたらと思います。で、続いて3位ということで、3位は東芝のリーズナブルモデルやね。ちゃんと自動投入機能もついてるし、それからヒートポンプ式乾燥。Amazon の評価も 4.4 ということで高いにもかかわらず、なんと金額は20万円切ってるよね。これはお買い得やね。なんでドラム式洗濯機がいい、ヒートポンプできちんと乾燥できる洗濯機で、割と盤石に値段を落として買うんだったら、この東芝が一番ということになります。続いて2位やね。2位は東芝の23年発売の最上位モデルということになります。カラータッチパネルで自動投入スマホ連携もついて、温水洗浄ついて、なんとちゃんと風呂水ポンプもついてヒートポンプ式やね。それで評価も 4.4 で、価格は26万4800円ということでね。ドラム式買うときに元々の予算に近いかもしれないけれども、その予算内でカラータッチパネルから全ての機能が搭載されているのを買えるというのも、これは一つの選択肢だと思う。で、この Amazon のレビュー評価やねんけど、東芝の23年式の洗濯機全体にかかるんで、さっきと同じように 4.4 の47レビューになってます。次は1位やね。1位はパナソニックのリーズナブルモデルやね。やはりドラム式洗濯乾燥機についてはパナソニックがやっぱり硬いのは間違いないよね。それは先ほども言ったように熱交換器の位置もあるし、ただしこちら23万円です。パナソニックが購入できて、ちゃんと自動投入トリプルがついて、温水洗浄もついているので、多分ドラム式洗濯乾燥機を買うために必要な機能はちゃんとついているが、パナソニックという一番の安牌を手に入れることができる。そのような選択をしたい方はこちらの NALX125CL を選んでいただけたらと思います。ちなみにドラム式洗濯機の型番の後ろに LR とあっているので、これは扉の開き方が右からか左からかっていうのを選べるようになっているので、自分のところの洗濯機置き場に最適なものを選んでもらえたらと思います。こちらで紹介した商品について概要欄に型番とリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。以上となります。このチャンネルでは鉄板家電生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。